笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるひでちゃんです。今回はパーキンソン病と疲労というお題でお話ししていきたいと思います。今回の内容は患者さんご本人だけではなく、ご家族様やご友人などケアに関わる方にもぜひ見ていただきたい内容となっています。皆さんはどうしてこんなに疲れやすいんだろう。体を良くするのに、ああするのがいい、こうするのがいいと言われるけれども、そもそも疲れやすくて、実際に肉体的にも腰痛や筋肉痛などの疲労感があって、動きたくても動けないんだよと思っている方もいらっしゃるかと思います。実は疲労というのはパーキンソン病の主症状の一つです。多くの患者さんが疲労を感じていらっしゃいます。動画を上げますが、以前基底核の機能のところでお伝えした通り、パーキンソン病では認知ループの障害によって億劫さを強く感じる病気ですが、億劫なだけではなく、身体症状として疲れやすさ、重だるさ、筋肉の疲労感なども生じます。ですが、疲労というのはパーキンソン病の主症状の一つだということは分かっていても、この疲労の原因はすべて仮説レベルで、有効な治療等もまだ出てきていません。今回はまずこの難しい疲労について、パーキンソン病と疲労、一時疲労と二次疲労、疲労の原因、疲労のスクリーニング、疲労の治療、疲労の管理、ケアの順で説明していきます。この動画を見ることで、ご自分の疲労感をパーキンソン病の症状として客観的に捉えることができ、疲れて運動もできないという方には、運動の取り入れ方をどのようにすれば精神的負担なく始めていけるか、続けていけるかなどのアイデアを提案したいと思います。このチャンネルでは、このようにパーキンソン病に効果的な運動や有用な知識をお伝えしていきますので、継続してみたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは始めていきます。疲労はパーキンソン病の最も一般的な症状の一つですが、認識されないことも多く、有病率は33から81%です。また、パーキンソン病で最も障害となる症状の一つであり、生活の質を著しく低下させます。しかし、そもそも疲労というものは難しい概念で、全世界で普遍的に受け入れられている定義や分類がありません。一般的には主観的疲労と客観的疲労として定義され、主観的疲労は疲労感、脱力感、エネルギー不足、および体が消耗しているという圧倒的な感覚のことを言います。そして客観的疲労とは、費やした努力と実際のパフォーマンスの不一致、または自発的な活動を開始、または維持する能力の低下として定義されます。一昔前では疲れたなんて言うと、やる気と気合が足りんのやと根性論で語られたかと思います。こういった考え方のせいで、ご自分を責める方も多くいらっしゃいますが、パーキンソン病の疲労の知見では、慢性的な炎症の可能性や心臓交感神経の問題など、実際に明らかに疲労を起こし得る原因が示されつつあり、気合や根性や考え方を変えればどうにかなるものではないと思います。ですので、ご自分を責めず、一度頭をクリアにして対処法や解決法を建設的に考えていかなければならないことなんだなと認識していただけると幸いです。では、パーキンソン病の疲労の原因として考えられているものにはどういったものがあるのでしょうか。まず、一時疲労、二次疲労という言葉のご説明をしていきます。一時疲労とは、パーキンソン病の病態生物学的気質から来る疲労です。難しい表現ですが、パーキンソン病には非運動症状として抑うつや気分障害、睡眠障害があったり、薬剤の副作用などもあり、これらが二次的に疲労を起こす可能性も大いにあるのですが、
こういった非運動症状や副作用によって起こる疲労ではないパーキンソン病から来る直接的な症状として出現する疲労のことを一時的疲労と言います。そして二次的疲労は非運動症状や副作用などに続発的に起こる疲労のことを言います。パーキンソン病の場合は疲労の原因として考えられるものが複雑で、ともすればうつ病だから疲労感が強いんじゃないのと思ってしまうところですが、実はパーキンソン病の疲労は主に一時的疲労だということが分かっています。なぜかというと、パーキンソン病患者さんの相当数において疲労は運動症状より先に起こる場合があるからです。他にもうつではないパーキンソン病患者の半数以上、および薬物治療をまだ受けていない疾患初期の患者の少なくとも3分の1で疲労が認められたとされています。ただ、非運動症状が疲労と全く関係ないわけではなく、パーキンソン病における疲労はうつ症状の重症度と関連していたとされます。ですので、先に疲労がまずあって、その後うつになってさらに疲労が増した、乗っかったということであって、非運動症状が原因で疲労が生じたのではないということです。では、その一時疲労の原因として考えられるものにはどんなものがあるでしょうか。まず一つ目に、私の以前の動画、基底核の機能で出てきました認知ループの障害によるもの。認知ループは運動をする意思を生み出す、意思の発動、意思の決定を行うループで、この機能が低下すると注意力、集中力が低下するとお伝えしました。要するに運動を始めなければならないけども、どんなものを選んだらいいのかな、これかな、これもいいらしい、で結局どれを選んだらいいんだろうと頭の中で考え続けているのに結論を出せない。頭が重い、もやもやする、体もしんどい、疲れたというのに心当たりがある方は、このループ機能が低下していることが原因で疲労感が出現している可能性があります。そして2つ目も脳の機能に関するものですが、運動皮質の異常な興奮性です。こちらも基底核の機能で出てきました運動野という言葉があったかと思いますが、脳の中の一次運動野というところが実際に運動を開始する起点になるのですが、この運動野の異常な興奮性が疲労に関係しているという仮説が立てられています。この2つは脳の中の機能異常の問題ですが、先ほどお伝えした通り、パーキンソン病の疲労は主に一時疲労であったということから、この2つのような中枢神経の機能異常による疲労感が主たる原因であると言えます。これを中枢疲労と言い換えます。後ほどこの中枢疲労という言葉が出てきますので覚えておいてください。3つ目は末梢神経や筋肉の変化の問題です。先ほどの2つのような中枢の問題が主に疲労を引き起こしていると考えられていますが、実際に筋肉自体に問題があって疲労の出現に関わっているということも考えられています。どういうことかというと、筋力低下や不活動、不使用による肺葉症候群としての筋の痩せ、そして筋肉の中のミトコンドリアの機能不全があって筋疲労が生じている可能性もあります。4つ目は心臓交感神経の脱神経によるもの。パーキンソン病の診断の際に行う MIBG 心筋シンチグラフィーという検査をご存知かと思いますが、あの検査は心臓の自律神経の機能低下や異常を調べるために行っています。MIBG 心筋シンチグラフィーで取り込み低下が認められると、心臓交感神経の脱神経があるということになります。心臓の交感神経の脱神経があると、心臓自体には問題がなくとも、心臓の働きを調整している自律神経に不具合があるということなので、体の状態や体の動きに対して心臓を収縮させる力や心拍数を調整することが不十分になり、運動時に疲労感や息切れを生じさせる可能性があります。
そして5つ目が慢性炎症です。パーキンソン病ではこの慢性炎症も疲労の原因として重要視されています。炎症性サイトカインといって免疫系に関係する細胞が分泌するタンパク質があるのですが、この炎症性サイトカインの増加が神経の炎症を引き起こし、これがパーキンソン病の疲労、うつ、不安などに寄与している可能性があるようです。このようにパーキンソン病における疲労の原因は、中枢及び末梢のメカニズムが複雑に絡み合っていますが、特に中枢疲労と慢性炎症が疲労の原因として主要な要素であることが示唆されています。では、すべて仮説レベルですが、原因について述べてきたところで、続いて疲労の実質的な管理について述べていきます。まず、スクリーニングとして疲労の評価と症状の把握を行います。一般的に疲労を評価する尺度がありますので、その評価尺度を用いて疲労がどの程度であるのかを定量化します。そしてその疲労が一時疲労なのか、二次疲労、つまりうつや睡眠障害と関連して生じている疲労なのかを探ります。二次疲労であれば、うつならうつ、睡眠障害なら睡眠障害など治療可能なものであると特定できるからです。そしてスクリーニングを経て治療を開始する前にやっておかなければならないのは、患者さんやそのご家族に疲労についてしっかりと理解をしていただくことです。疲労が患者さんがやる気がなかったり面倒くさがりで訴えている症状ではないこと、疲労はパーキンソン病に一般的に現れる主な症状であることを説明する必要があります。介護者は患者本人が一日家でじーっとだらーっと過ごしているのを見てイライラして動いてないのに何が疲労かと思ってしまう方が多いです。ですが、内臓の病気や心臓の病気、膝の病気などと同様にパーキンソン病は脳という臓器の病気ですので、気合や根性でどうにかなる問題ではないです。このことをしっかりご理解いただいた上で、とはいえこの症状は患者さんにとってもご家族様にとってもお互いに辛い症状ですので、この動画の最後に私が思う対処法や解決法を述べたいと思います。では、引き続き疲労の治療についてご説明します。パーキンソン病の疲労に関する治療法には主に2つの限界があります。第一に、疲労のメカニズムに関する明確な知見が不足していること。第二に、疲労が様々な要素が絡み合って起こるものであるため、治療法が経験的アプローチに制限されている状態です。薬物療法においても、パーキンソン病患者の疲労に対するいくつかの薬物療法が検討されましたが、全体として優位な治療効果を示すには至っていません。そういった前提のもとご説明していきます。まずは非薬物療法であるリハビリです。運動はパーキンソン病患者さんにとって疲労軽減の可能性がある介入ですが、重度の患者さんには十分な効果が得られにくいとされます。それは紹介された運動を実施したくても体が硬かったり、無動があって遂行すること自体に困難さがあるからです。これに対して適応型身体活動プログラムといって、個々の患者の能力や健康状態に応じて調整された運動や身体活動を提供するプログラムですが、これが特に身体的、認知的な制限がある人々に対して安全かつ効果的に運動を促すことができ、運動症状、非運動症状の改善が得られる場合があるとされます。他にも疲労に対してヨガや体を冷やすような冷却療法なども検討されていますが、まだ有効性を示すには至っていません。ですが、運動の疲労に対する効果に関してはまだ証明されていないものの、どちらにしても病気に関連する転倒などのリスクを最小限に抑え、運動機能を改善し、病気の進行を緩和するために安全な形態の何らかの身体活動には参加するよう奨励されるべきとされています。ですので、運動はしましょう。
次に薬物治療です。薬物治療にはドパミンアゴニストや抗うつ薬およびその他の薬剤などが処方されるようですが、まだ疲労に効果をもたらすという十分なエビデンスが得られていないようです。ですので、一時的疲労に対する薬物療法も主治医の経験則にのっとってではありますが、疲労改善の可能性のある薬剤処方がなされ、個々の患者さんへの効果、反応を見ながら調整されているかと思います。そしてスクリーニングのところでご説明したように、治療可能な二次的な疲労の場合は、その原因となっている非運動症状に対する薬物治療として薬剤を処方されることがあるかと思います。このように運動療法、薬物療法ともに明確な効果が示されていない状況ですが、最後に中枢疲労の管理の仕方として患者さんご本人だけではなく、ご家族様にも取り入れてほしいことをご紹介したいと思います。それはライフスタイルの調整やエネルギー管理、スケジュール管理です。ライフスタイルの調整は生活リズムを整えたり、睡眠や栄養の管理を行うことです。毎日を健やかに過ごせる体を保つということがお薬の効果にも影響しますし、余計な非運動症状の出現を避けていくことにもつながります。そしてもう一つはエネルギー管理やスケジュール管理です。これは日常生活でのエネルギーの使い方を工夫したり、スケジュールを事前に立てておくことで、日々の活動に対する不安やストレスを軽減させる効果があります。エネルギー管理は、例えば午前中が動きやすい方であれば、体力を消耗するタスクを午前中に行い、午後には軽めの活動や休息を入れるようにするなど、1日のエネルギーを100として、その分配の仕方を調整してあげることです。スケジュール管理はいつも使うカレンダーや携帯のカレンダーでもいいですので、1日のスケジュールを見えるようにしておくと、少しでも精神的負担が軽減されるかと思います。要するに体の状態に合わせて、1日の中でいつ何をどれくらいするかを考えてあげたり、1日の中でするべきことを見えるようにしてあげることで、患者さんがやるべきことを絞ったり、順序付けたりすることができて、スムーズに活動を起こしやすくなります。パーキンソン病は一生懸命考えるだけ考えて疲れ切ってしまう病気です。考えるのをやめたくともやめられず、なのに結論が出せず、実行に移しづらい病気です。いろいろな情報を与えると、またそれについて考えなければならず、情報を取捨選択できないし、優先順位も決められません。ですので、ケアをする方には、その考えを整理したり、まとめてあげて、優先順位を決めるお手伝いをしてあげてほしいと思います。例えば、私は理学療法士なので、運動とばかり言っています。が、疲労感が強い患者さんに関しては、同じ運動を取り入れるのでも、ストレッチがいいらしい、筋トレがいいらしい、有酸素運動がいいらしい、ヨガがいいらしいと情報をわんさか与えると、頭がフリーズしてしまうのか、患者さんは無言になります。ですので、まずは患者さん自身が現時点で苦なく行えている行動をピックアップしてみます。そして、例えば歩いたり買い物に行くのは好きだなと思えば、他の運動は一旦置いておいて、ウォーキングをする回数を少しずつ増やしてみる。買い物に行く回数を増やしてみるよう提案します。そして徐々に運動頻度が増して持久力がついてきた頃には、ご本人から前向きな発言が聞かれるようになりますので、そうするとまた次のハードルを設定するというように、ゆっくり進めていっていただけたらと思います。こうして患者さんもケアをする方も、いつもお互いが一生懸命なのに、お互いがお互いに不満を持ち、それがまたストレスになっていく悪循環を少しでも好転させられたらと願っています。それではまとめです。今回はパーキンソン病の疲労についてご説明しました。パーキンソン病にとって疲労は主たる症状の一つであり、疲労を抱えている患者さんが非常に多いこと、そして一時的疲労、二次的疲労とある中で、
パーキンソン病の疲労は主に一時的疲労であることをお伝えしました。疲労の原因は仮説レベルではありますが、脳の機能異常の問題や慢性炎症や心臓交感神経の脱神経が関わっている可能性があり、決して根性でどうにかなる問題ではないのですが、治療としては運動療法、薬物療法ともにエビデンスが不十分な状態であるともご説明しました。そしてまず何よりも患者さんとご家族様に疲労が主症状であることをしっかりお伝えする必要があること、最後に患者さんだけではなくケアに関わる方々にも知ってほしい日々の疲労管理、ケアについてご説明しました。今回の講義は以上です。疲労という明確な定義がないものをうまく説明できたかは分かりませんが、患者さん自身が悩み、そして周りにも誤解を与えやすい症状ですので、今回の動画が少しでも精神衛生を保つ一助になればと願っています。それではまた次回お会いしましょう。